ご視聴ありがとうございます。今回は両数半分で乗り入れる列車のご紹介です。実際に乗った様子を個性派揃いの各駅と共にお届けします。車両に迫る未来と一見単純に見える混雑理由の裏側にも注目です。今回登場する路線が JR 相模線と横浜線です。相模線は神奈川県の茅ヶ崎駅を起点とする全長 33.3 キロの路線です。ほぼ全ての区間が単線のローカル色あふれる路線です。一方横浜線は東神奈川駅を起点とし八王子駅までを結ぶ 42.6 キロの路線です。日中を中心に橋本止まりの列車があり、橋本八王子間は本数が少なくなっています。今回ご紹介する列車が走るのは横浜線の末端区間橋本八王子間です。橋本駅で接続する相模線から朝夕に3本ずつ乗り入れてきます。平日朝の橋本駅にやってきました。この駅の2019年度の乗車人員は1日平均で6万5千人ほど。改札が1カ所しかない上、階段などもそれほど広くないので非常に混雑しています。相模線が発着するのは4番線と5番線。ほぼ全ての列車がこの駅で折り返しますが、朝夕に限り、この先の線路を通って横浜線と直通する列車があり、発車案内表示器の上にも小さく注釈が書かれています。今回私が乗るのは2本目の列車、7時37分発、八王子行きです。ただし、特定の時間帯の全ての列車が横浜線に乗り入れるとは限らず、次の列車は橋本止まりとなっています。5番線に列車が到着です。6時26分に茅ヶ崎駅を発車し、1時間余りかけてやってきた列車です。そしてこの車両が相模線の主力205系500番台です。路線と列車も特徴的ですが、何より引退を間近に控えたこの車両も合わせてご紹介します。この車両は1991年3月、相模線電化開業に伴って投入された車両で、それまで運用されていた気動車を一斉に置き換えました。首都圏では他線区で運用を終えた205系が導入された路線も多い中、相模線は全ての車両が新車となった珍しい路線です。正面のデザインは他の線区では見られない相模線オリジナル仕様となっています。先頭部の独特な形状が目立ちますが、他の番台との外観の違いはそれだけではなく、窓上にラインカラーがないのも500番台の特徴です。また、車内は沿線の相模川をイメージした水色を取り入れており、茶色が目立つ他の番台とは異なる内装になっています。そしてドア上には差し込み式の路線図が。周囲のスペースが他の番台よりも広いですが、実はここにはドアを開閉する装置、ドアエンジンが収納されています。他の番台とは異なる方式で、ドアがほぼ一定の速度で開閉するのが特徴です。黒を基調とした運転台も緑色がベースとなっている他の番台とは大きく違います。また、ドア横には乗客が自分でドアを開閉できる半自動スイッチがついています。首都圏でも珍しくなった205系ですが、その終焉はすぐそこに迫っています。4両編成ということもあり、階段に近い先頭車両は混雑しています。この車両は終点の八王子でも階段に最も近いため、乗客が集中しています。反対側にやってきたのは、朝に運行されている直通列車のうち、1本目の列車です。横浜線との接続部分は単線になっているので、対向列車の到着を待って、この列車は発車します。発車間際になっても、乗客が続々と乗り込んできます。発車メロディーが鳴っている間にも乗り込んできます。発車メロディーが鳴り終わり、あとはドアが閉まるだけかと思いきや、そうでもありません。発車メロディーが鳴り終わっても、まだまだ乗り込んできます。ようやくドアが閉まり、橋本駅を発車です。都心から離れているとはいえ、さすがは朝のラッシュです。一方、横浜線のホームには、この列車には乗らず、7分後の八王子行きを待つ人の姿もあります。先ほどご紹介したポイントを渡り、横浜線の線路に合流します。別の直通列車を後ろから見ると、車体が左右に大きく揺れるのがわかります。終点まで11分の旅路の始まりです。最初の駅、相原までの間は沿線に建物が並び、田んぼや畑はほとんどありません。ただし、駅に近づくにつれて、山が迫ってくるのがわかります。横浜線で橋本止まりの列車が一定数あるのは、この山が要因でもあるのです。橋本駅との距離は 1.9 キロ。
現在でも横浜線の中では比較的短い駅間ですが、これは当初、橋本駅が計画になかったことが理由です。近隣の人々が土地を提供したことで、後から計画に追加された橋本駅は、相模線や京王線の開業によって相原駅よりも大きくなりましたが、かつては相原駅の方が大きい駅だったのです。かつて存在した留置線などの施設は、西口のバスターミナルや駐輪場に姿を変えています。ちなみに駅のコンコースからは、遠くに富士山を眺めることができます。相原駅を出ると、山がさらに近くなってきます。そしてこの駅を出るとほどなく、横浜線最長のトンネルに突撃です。横浜線のトンネルは全部で3カ所あり、この区間にあるトンネルは最も長いトンネルです。また、ここは上下線で長さが大きく異なるのも特徴で、今私が乗っている下り線のトンネルは1キロ近い長さとなっています。そのトンネルを出ると、白い擁壁の上に似たような見た目の建物が並びます。この次の駅、八王子南の駅は、1997年に開業した横浜線で最も新しい駅です。この駅をはじめ、直通列車が走る区間の駅には、相模線の方面案内も設置されており、駅名板には両線のラインカラーが載っています。この駅の建設費用は、実に28億円。住宅都市整備公団が全額負担して建設されたこの駅は、他の駅とは大きく異なるデザインと、広いコンコースが特徴です。ただし、朝の混雑は他の駅と同じです。3つある途中駅で唯一右側のドアが開くこの駅、ホームには乗客が待ち構えています。もともと混雑しているだけに、乗るのを諦める人もいます。八王子南の駅を出ると、線路は高さを上げ、高架線に切り替わります。ここは次の片倉駅の手前の国道と立体交差するために高架化された区間で、次の片倉駅は、実は横浜線で唯一の高架駅となっています。ちなみに冒頭のカットは、この駅の先端で撮影したものです。このホームからは、京王線の列車を眺めることができます。ただ、足元を見ると、なんだかガランとした駅前ロータリーが、そしてホームの屋根は3両分しかなく、4両編成でもはみ出てしまいます。この駅、2019年度の乗車人員は5000人余り。横浜線で最も乗車人員の少ない駅なのです。とはいえ、私が乗っている先頭車両には乗客が乗り込んでくるため、さらに混雑が激しくなります。体はすでに動かせなくなりました。列車はここから左カーブを描き、先ほど見えていた京王高尾線をくぐり、すぐに京王本線と並走します。ただし、京王線の八王子駅は JR の駅とは離れているため、線路もすぐに離れてしまいます。京王線の線路が離れると、終点の八王子はもうすぐです。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点の八王子です。車掌が手動で放送を入れるのは、横浜線内ではこの車両のみになりました。京王線の線路と離れて間もなく、代わりに接近してくるのが、この駅で接続する中央線と八高線です。そしてこの駅には貨物列車も乗り入れているため、駅の周辺には貨物側線も広がっています。向こうに見えるのが、八高線の車両。相模線と同じく4両編成です。そして最後のところで、視界にタンク車が飛び込んできます。このような貨物列車や、奥に見えるディーゼル機関車が停車している光景も、この駅では時間帯を問わず見ることができます。八王子駅に到着です。階段の目の前というだけあって、人の流れはスムーズとは言えません。7時48分に到着した列車は、折り返し、7時55分発の茅ヶ崎行きになります。ちなみにその一本後は、8時1分発の横浜線の大船行きです。東神奈川から先、京浜東北、根岸線に直通する横浜線1のロングラン列車です。先ほどは見えていなかった反対側の車窓には、縮小された貨物側線の跡地が広がっています。この駅も見どころ満載なのですが、それはまた別の動画でご紹介します。それにしても、8両対応のホームの一番端に止まるので、4両編成が余計に小さく見えます。この発車メロディーと205系の組み合わせも、あともう少しです。時間は過ぎ、夕方の橋本駅です。横浜線の上り列車が到着すると、乗客が右側からコンコースに溢れてきます。奥の改札を抜ける人もいれば、左手にある相模線のホームへ向かう人もいます。横浜線の八王子行きが発車です。
ここでご紹介するのは、先ほどご紹介した朝の列車と同じ、下り方向の列車です。夕方にも、直通列車が3本運行されています。列車が到着すると、朝と同じく横浜線に乗り換える乗客が一斉にホームに降りてきます。ただし、朝とは旅客流動が逆転するため、乗客が降りた車内は朝よりも空いています。空いた状態で発車するのかと思いきや、どんどん乗客が乗り込んできます。発車メロディーが鳴り終わっても、なぜか階段から降りてくる人の姿は絶えません。ドアが閉まる間際に、立て続けに3人乗り込んできました。結局、車内の混雑は朝とそこまで変わらないレベルになってしまいました。実はこの裏には、朝とは根本的に異なる事情があるのです。朝とは決定的な違いが、車窓に映っていることにお気づきでしょうか。そう、向こうに見えるのは、橋本駅で折り返す、横浜線の列車。夕方は橋本止まりの列車が朝よりも多く運行されており、それが相模線からの直通列車の直前に到着するのです。やはり4両編成では収容力が不足しているのか、ホームで次の横浜線を待つ乗客の姿もあります。この光景は朝と同じですね。このダイヤは当面変更される予定はありませんが、車両には終演の時が迫っています。首都圏でも珍しくなった205系ですが、この車両は11月18日に運用を開始する E131 系500番台によって13編成すべての置き換えが決まっています。車体側面には監視用のカメラもあり、ワンマン運転に対応した設備を備えています。30年の歳月を経て、多線区にすっかり遅れを取ってしまった相模線の車両は大きな変化を迎えようとしています。細かく見ると特徴的なこの列車で、相模線の205系を乗り納めしてみるのも面白そうです。ご視聴ありがとうございました。